Hello こんにちは。 KTVST13 試合目。これに勝ったら T1 明日決勝です。世界大会も決まります。KT ブルーサイドファーストピックは何だったの？レルで T1 を3試合連続8トラックスでアフェリオス。ほう T1 の番は1勝。 KT はアジール番になりましたね。 KT トリスターナフェイカーずっとアジール使ってたんよ、トリスターナ相手。ちなみに JS はスキルマッチアップではあるけど、どうだ、使うチームも結構あるぞ。一旦アフェリオスルールでレーンとても強くいく。これ KT はポッピーバンするだろうね。これポッピー取らないんだ T1。うん、やっぱバンするよな。これポッピーバチクソ刺さるけどな、レル相手、ラカン相手。それよりもボトムの 2v2 を優先する。連戦とても強いですね。ラカン相手ボコボコにできるって考えなのかな、ルールで。T1 がザヤをバンだ。ザヤがねえってことはバイが刺さるってこと？でもトリスターナイテバイどうなんだろう、刺さるかな。フォローアップないよ T1。バイアーリでもやんの？でもアーリバンされてるからな。バイは本当に良くないと思う。カジックスカジックスはまあアンブラルグレーブで視界消すから、まあ全然仕事できるよね。でこれ WADC だからマオカイが KT 欲しいんだよね。フロントがそっかレルかこれ結局。そうだレルだった。でカサンテフロントライン、まあ、ダブルフロントラインだね。レルとカサンテでガチガチのタンク2人。 CC 薄いぞ KT。 CC 薄いってことはこれ JS でもまあでもレルとラカンの演技じゃ強いか。もうちょっと CC 薄かったら JS でポークっていうこともできたけど、でもさすがに AP ダメージが欲しい T1。 何を出す？トリスターの相手 KCOPA。 ポッピーの釘付けがないんだったらカシオピアの釘付けしちゃえばいいんだよね。カッシー。ハローこんにちは。 T1vs.KT3 試合目です。ピックがガラッと変わって KT はWADC 構成に対して T1 ラストピックでトリスターナのカウンター、そして機動力のある、ブリンクのカウンターであるカシオピア。しかしカシオピア自身も機動力がないので初戦のゼラスみたいになる可能性はありますよ。自衛はあるけどな、宮妻引いてウルトがあって。カシは射程が短いですけど、KT も基本射程が短いですからね。でタンク溶かすのもカシオピア強いから。カシオピアは DPS ですから、バーストではなく持続ダメージえげつないよ。ADC みたいなもんです。 AP 版の ADC。 タンク溶ける溶ける。One thing I'll say about KT in all of these early games is it has been a flashy and fiery start. They have not just simply gone to lane as business as usual. They've always tried to get a small advantage. 気をつけなきゃいけないのが、カシオピアは E を連打するチャンプなんだけど、これがね手首に悪いですね。ここが懸念。明日決勝だし勝ったらね。最近の BO5 試合行ってたからね。2日で10ゲームやってたから、1週間の休みがあったけども。今年のフェイカーカシオピアファーストピック。だからラカンヒールなんだ。WADC だからかな。レーンでキル取るよりも集団戦に寄せてる。Yeah, it's Aatrox, and I do think that you're always gonna have something left open as he's pretty good at this champion. Yeah, a champion from a different era. I will remind. カシオピア15勝4敗キャリアです。LCK でってことか。世界大会とかではもっと使ってそう。てかカシオピアがメタの時にそういえばフェイカー出てなかったよ。イージーフーンだったから。
アジールカシオピアはイージーフン。5年ぐらい前はね結構定期的にカシオピアのメタが来てたんだけど、最近はあんまないよ。Yeah, and this time BDD putting on a lot of pressure as well. Explosive charge, not going to be used on the turret this time around. カシオピア殴り合ったら強いけど序盤マナが足りないから一旦ここでティア買ってきてからが勝負かな。でカシオはプッシュに弱いですね。機動力もないしプッシュ力もない。でギャンクをいなす、レルがいるだろうと見えてはないけど、でレルに入っていく。カジクスタイマン最強だぞ。レルを潰す。一旦レルがギャンクできなければ 2v2 はこっちのもんだと。 T1 カジの仕事はレルを追い返すことだけ、そして視界を置いてあげる。ボトムの 2v2 ね、ラカン見えてから圧倒的に勝つためにルールピックしたんで T1 はボトム有利でミッドも有利で、トップはカサンテ相手初戦ボコボコにしてた。 50CS 差つけてたね、20何分で。こう見るともう全レーン有利マッチアップにしか見えないが、ミッドはトリサナがもうプッシュ一生できたら、カシはきついんだよね。どうなる。1回ジャングラーに助けてもらったらやりやすそうではあるけど、ここは見えてはいたぞ。トップにいたのは知っているゼウス。ブリンクを使うかどうかだ。カサンテが急フラッシュで合わせるのか。うわあノックアップ当てるが、これはさすがにフラッシュ切っても逃げれないはず。行くのか。フラッシュあるのか。やるのか。避けれるのか。フラッシュすら使わねえ。レルダメージがねえこのチャンプ。カサンテもまだ6じゃないしな。まだこいつらタンクだったわ。純粋なタンク2人だったわ。バックまで止める。さすがにここは一旦フラッシュしてカジクスを呼んで、レルダメージがなさすぎる。いやーここでゼウス帰らない。先に押し込む。トリスターナがトップ側に一瞬行ったのはこれは絶対分かってるはず。一瞬映ったし、あそこでレルが前に出てくるはずがないから。トリスがやっぱプッシュが速いから動きますね先に。しかし甘えないでリコール決めて、フェイカーはここでミッドのウェーブの有利を取る。ピンクワード置く時間が生まれたぞ。フェイカーどこにピンクを置く。そのままリコールだ。一旦ピンクは置いて帰ったね。てかカシオピアさビルド何いくの。最近ロアがね弱い。カタリストがもともと1100だったのが1300になって、でロストチャプターがその後1100になったから誰もロアいかないよね。でもカシオピアはカタリストキャラではあるよな。カサンテの確かに CS はすごいね。エートロー全然ファーム食えてね。この CS 差はでかいぞ。装備差に現れてる。ノアはさすがにいかねえか。プロの試合で序盤弱いのはスノーボールされちゃう。おフェイカー。おおトリスターナのアルティメットをフラッシュして、レルフラッシュ級ミスった。カシオピアウルト当てる。しかし逃げれるか。アフェリオスアルティメット当てて、アフェリオス一旦引く。フェイカー生き残ってる。トリスターナフラッシュイン。アフェリオス引かずにぶち殺す。カシオピア毒が出た。カシオピアルルセリのトリプルキル。
I think we're putting the stamp on it right now. 3 kills on this Harry, and it was on a knife's edge that whole fight. It felt like we were gonna flip the game on a skirmish here on mid. 大事故です。ゼリのトリプルはえぐいです。ドラゴン取ってたから一旦 HP の不利があったしね。ここでフェイカーが敵3人に絡まれてたからマナもないしな。カシオペのウルト良かったけど誰もフォローアップできるやつがいなかったんだよね。ゼリの入りもうまかったな。いやもうプライドファイトだったね。これえぐいね。KT がね HP 最初から有利でもあったし先に噛みついたから有利だったな。まあでも T1 もね1キロ多く取られただけでサープレートも取ってるしボトムでキルも取ってるわけだから。カシオペアも2キル。カジックスのアイテムはいやアンブラルグレーブ安いもんな。ワード壊すアイテムです。ジャングルのアイテム差がすごいことになってます。カシオペアノーフラッシュだから狙われる。フェイカーウルトがあるがちょっと分かりやすすぎたね。HP が少なすぎるからもうそう打ってくるっていうのがバレバレではあったな。うまく CC とかかけられたからウルトを打つタイミングがなかった。 KT カシオペアのウルトをどっちも綺麗に避けましたね。後ろ向いて目が合わないとあれ決まらないからなスタン。やっぱカシオペアフラッシュがないときベタ足なんで狙われますね。フォリスは W で突っ込んでスローを与えられる。殴れは多分カシオペア勝つんだけどな。だからトリス相手に有利なんだけどベルがうまくギャンク刺していきますね。カシはさすがにロア行かないでロストチャプター仮面かな。でもビルドこれエヴァフロなのかな。敵を束縛したいっちゃしたいよね。相手突っ込んでくるから。アフェリオスとカシオペアでカイティングする構成なんで。おおソロキルを狙う。アイスボンガントレットとあれエートロックスのアイテムあまりにも貧相すぎるぞ。ここでキーンがベストトップのなんていうのこれ頭角を表すっていうの。日本語ちょっと難しいんだわ。トップのアイテムさすごいな。エートロックス一応バックしたらアイテム出るんだけどそれでもやっぱワンコア出ないね。一旦ブーツ買ってヘンリンキンも本当うまいからね。ゼリここでスタティックコンプリートしたってことはゼリ一人でほっといてラカンがローム決めまくる。レヘンズロームでゲーム壊しにかかりますよ KT。 ミッドがカウンターではあるはずなんだけどトリスターナー基本ずっとウェーブを押し込んでうまく連戦やってるね。クラウンじゃん。カシオペアディフェンシブなアイテムですね。ビルドあれなんだルビーなんだ。T1 がドラゴン1つ目は取っている状況。ちなみにどっちもレートゲームは強いですね。どっちもマジでレートゲーム強い。フロントにかけそうだけど T1 エートロックスもゴアドリビルドでもないし脅威だから。3キロも持ってるからな。レートゲームは KT が強そうだね。ルルフラッシュウルト自分の体を敵に当ててノックアップを当てて
CC でフォローアップを狙ったんだけど味方の決まりませんでした。T1 の弱点は CC が薄いこと。T1 は敵の攻撃をいなす側だからね。負けてるときはきついよな。連戦うまくやる狙いだったんだけど、全連今のところ負けてますからね。T1 が全連勝つ世界戦も全然あったんですが、今回 KT が全連勝ってるんで、受け身の構成 CC がなくて自分たちから仕掛けられない構成は全連負けるとそのままやられる可能性高いですよ。ただ裏からフェイカーだ。でもゼレはヒューン壁を越えて逃げることができる。カシオペアこれミッド開けたらミッドのタワープレートバッキバキと思ったけど、タワープレートがないタイミングで飛んだ。でもタワープレートがないってことはタワー自体が飛ぶぞ。ミッドタワーはとてつもなく大事だ。フェイカー今からバックしてもミッドタワーを失うだけなので、なんとかボトムと交換しに行く。でもボトムとミッドのタワーの価値の差はとんでもないね。まあ数値化することはできないけど、2倍以上の価値はあるはず。ミッドタワーを失ったぞ T1。ゼリーがマイブリンク。ゼリータイマン強いですよ。逆に KT が裏にテレポート。カシオペアテレポートがないんでね。カシオペアミッドのクリアしてるからね。これはお手本だ。 KT お手本プレーです。フェイカーが一旦テレポート使ってミッドに戻るじゃん。これはよくソロ級で起きるやつ。トリスとゼリにキルがほとんど集まってるのは絶望的ですね。これトリスもゼリも機動力あるチャンプだから捕まえられないよな。ゼリとトリスがウェーブクリアが早い。ダブルスタティックでカシが身動き取れん。 KT が先にウェーブ押し込んでジャングル入ってグループ先にしてみたいな。T1 が後手に回んなきゃいけねえからすごいゲームやりづらそうですね。ゼリーはかなり安全なチャンプだからね。一人で行動できるから余計辛いぞ T1。アフェやカシオピアが育っていればそいつを前に立たせてルルを使ってね強引にプレッシャーかけることはできるけど、どっちもそんな育ってないんだよな。Faker had to go deal with that, so BDD's just like, cool, well, they're trying to hold turret bottom, I'm gonna stop that, I'm gonna go ahead and teleport as this also isn't gonna hit. But, I mean, this game is as one-sided as the first two, it feels like in a lot of ways. And it's kind of reminiscent of the last time these two teams faced off, right? Like, it feels like every game is just one team gets a very, very large lead, and then has... 構成的に家事がきついね。仕事がないかも。バイ相手にピックよくしてたんだけど、あれは結構よくてバイが突っ込んでくるっていう構成の時が多いからさ、カジがそれをいなせるから強かったけど、今回タンク多いしな、機動力あるバックラインだから。フロントもない CC もないカジックスが腐りそうだ。kind of feel like it will have to come down to KT making a big mistake, right? Over-investing into an engage into the waiting arms of a Cassiopeia or an Aatrox that somehow gets a big play. Faker. わあ、フェイカー Q が
Q が当てないと Q を当てないと E のダメージがないぞカシオペアは。毒当てる。ウルト避けた。ルールが助けに行ったんだけど、そこで前に出てるのを KT 捕まえてきた。これはちょっともう終わりじゃない？トレスのカウンターのはずなんだけど機能してないね。Just an aside, because I remember that completely out of nowhere. KT now looking at the third dragon of the game. It's Ocean Salt. It shows your commitment to the space that you remember their bingos. Yeah, that's nice. T1 戦いに行くぞ。5000ゴールドの差がある T1 圧倒的不利。20分前5000ゴールドやばい。ここで戦いに行くでも T1 これ負けた瞬間終わりだ。カサンテのスキルはグマウシ避けたいなしたがロックスじゃフロント張れねえ。アフェリオスが軽く出す時間を稼げない。カシオペア1人で孤立している。機動力がない。トリスとゼリは一気にブリンクできるからポジション狂ったら即終了。結局機動力のないミッドレーナーに希望はない。ダメですね。歌詞が全然刺さらんかったね。ミッドの主導権もねえし。これはもう終わりじゃない。CC が薄すぎる。逆転要素がね。I mean, you see across the board here for T1 significantly behind in itemization with the 7,000 gold here, lead here, sub 20. これさゲームほぼ終わりでさ、これからこのシリーズ終わったらさ、俺の親友が今新婚旅行日本に来てて会いに行くんだけど、エディからの質問でさ、新宿のエリアでいい温泉ないかって聞かれたんだけど、なんかある？温泉？新宿で温泉？サウナは俺行ったことあるけど、あれ女性はあったかな？温泉って何？サウナだったらわかるけど、まあまあ海外の言う人の温泉だからそんな立派な温泉じゃないと思うんだけどね。銭湯、まあ銭湯だろう多分。温泉って言ってるけど。テルマー湯が有名。テルマー湯。いやこの試合は7000ゴールでしょ。20分グラ T1 でもどうだろう。まあでもこれを逆転すると神ゲーになるわけだからまだ注目したいけど、明日帰国しちゃう友達だからちょっと調べるわ。なんかあったら読んでね。俺楽が好きだけど新宿じゃないもん。すごいテルマー湯なんか綺麗。タトゥーあり？ないないない。オッケーバロンだ。逆転するならここだ。いけカジックス。カジックス入ったぞはー KT の立ち回り。バロンを殴るのをやめた。カジックス一人で一生懸命バロン殴ったけども 140HP 足りなかった。ベストプレーだったカジックスの。もう強引にタワーを降りに行く。 T1 失うものがね、がむしゃらにゴールドを取り返さないといけない。交換しないといけない。積極的に戦うことはできない。避けながらタワーを取らないとゴールド追いつかないと。テルマーユ良さそうじゃん。ありがとうね。今日週末だから人多そう。C comes in here and look at the positioning of Lehens. He's like, no one is here. They see Faker obviously as well, and he's just chain CC'd, and yet still, it's as close as it is. That was seamless. でも俺今日温泉入ってサウナも入ってきたんだよな。ゴールドジムで。マジでゴールドジムおすすめですみんな。筋トレできて。
お風呂あっていやー勝てないねアサシンジャングラーが ADC に怠慢で負ける、それはもう無理だからゼリー相手カジクスきついね。見えなくなるから ADC を基本カウンターするんだけど通常攻撃通らないからさ、ゼリー Q があるからね。やっぱ KT 誰も期待してない時、もうみんながもうさすがにこれ3立てやろうって思ったら強くなるな。 KT ファンはやっぱ一旦 KT を信じるのやめなきゃいけない。正直構成がね、まあ連勝前提だったんよ T1 は。サポートも後出ししたしミッドも後出ししたし、トップは初戦でエートロがボコボコにしてたから、連勝ちからのゲームエンド狙ったから CC 薄いフロント薄いでよかったんだけど、連負けちゃったから全連、それはこうなるよな。連戦で終わった。Problem is that KT is sort of settling into this 4-1 instead of trying to start some sort of fight. The T1 might be able to capitalize on. 連勝ってカジクスが視界消してスノーボールするっていう構成だったんだけど、まあラストチャンス狙うぞエートロが。でも KT な ADC 守るの得意だぞこれ。ばらけてはいる、ばらけてる、めっちゃばらけてる、ばらけてる、見つけたぞ見つけたぞ T1。 でもダメージがない、 CC もねえしダメージも足りない。正直1人殺しても他4人倒せないと思う。トリスとゼリーを捕まえない限り他の3体どうでもいいんだよね KT は。結局トリスとゼリーを真っ先に捕まえないとちょっと無理やね。So they could just kind of back off here as the Baron expires and go ahead and take the Dragon here, which will be a sole point for them on this Ocean Soul, and then can group up to take the next Baron in 2 minutes. I mean, they just have so much control. They have... The fact is, like, Kha'Zix and an Aatrox have been trying to flank this game away, steal the series away, and just say, okay, well, I'm just going to 3-0 this. Actually, it looked like you guys were coming back, but no, we'll steal this with a really cool flank, with a really cool collapse. But KT are just respecting it so much. I mean, they're 0-2 in this series. They're not going to make a mistake. They're not going to be sloppy. They're not going to be careless. And that is great to see, because there has been a little bit of sloppy and careless throughout this series, but not in the deciding game. They are going to grab themselves soul point here as well. And it's not the deciding game for T1. I actually really want to commend T1 for where they're taking the risks, because you can in a game 3 when you got match point, right? Like this 4ドラ阻止して50分になったら40分45分このまま差が開かずに45分になったらワンチャン。あと20分 T1 時間稼げるか、ドラゴン取られず。その間に2回はバロン来るけどね。2回3回それを全部 T1 が止めれるかは無理ゲーな気がするけど、まあ、一応200年チャンプですからねアフェリオス。レートゲームは強いぞ。でも武器によるよな。今の武器はとても弱そうだ。この武器じゃ無理だ。3インヒビター、最近3インヒビターからの逆転見てねえな。昔は 3% って言われてたけど、こっから逆転は 3% あんのか。カジフルコン出したのにトリスターナもう HP フル回復。ベルがフラッシュしてエンゲージ、カシオペア狙われる。カーサンテがフェリオスを連れてきた。ダメージがないよね。
of the damage dealers will be taken out outside of Faker, who is gonna have to ult and flash away from this one. And now Nexus turrets will be torn apart, and maybe we've got a series on our hands as KT will come alive and take まあ連戦勝ちきれなかった T1 の負けだなこれは。構成ギャップっていうよりかはまあ連戦ミスったね。連勝っとけばもうそのままクリーンで T1 が勝つ可能性も全然あったし、狙いがうまくいかんかった。